どうもこんにちは。ネットフリックスで進撃の巨人をリピートしまくっているタツです。さて、2年間チャンネルを放置していたんで、たまには、投稿していこうと思います。このチャンネルでは創作活動をやっている方に向けて、創作の4大悩み、時間がない、資金がない、ファンが増えない、スキルが身につかないという4つの悩みを解決する方法を調べて、でみんなでシェアしようぜというチャンネルです。もしよかったら最後までお楽しみください。ほんで今回のテーマなんですけど、手に取ってもらいやすい作品と手に取ってもらいにくい作品、この違いって何なのっていうことをね、面白い話を聞いたんで、それを参考に考察をしていこうと思います。やっぱり創作をするからには自分の作品を読者とか視聴者に、見てもらいたいと思うのは当然じゃないですか。例えばラノベを書いてるんだったら自分の小説を読んでもらいたいだろうし、漫画書いてピクシブに投稿してるんだったら自分の作品をクリックしてもらいたいじゃないですか。ブロガーとか YouTuber もそれは同様だと思います。ところが世の中には名作とね称されながらも読むのとかね視聴されるのを先延ばしされる本とか映画とかも多いわけですよ。例えば僕もネットフリックスのプレイリストに入れてた、ファイトクラブっていうブラッド・ピットの名作映画、あれをね、見たいなと思って入れてたんですけど、2時間半ぐらいあるんですよね、あの映画で。視聴するまでにね半年ぐらいかかったんですよ。いつか見ようと言って結局先延ばしして、半年ぐらい経ってようやく見たっていうことがねあったんです。そんな風に名作と称されてても、要は内容が良くても見るのを先延ばしされるってことは往々にしてありますよね。ではその原因って何なのっていうことをね、考察してみましょう。今回は、サイコパスに学ぶ成功法則っていう、創作と全然関係ない本なんですけどに、ちょっと面白いデータが載ってたんで、それを参考にしながら、考察をしていきます。で、サイコパスに学ぶ成功法則、一応この動画の概要欄にリンク貼ってあるんで、気になる方はチェックしてみてください。これ簡単に言うと、サイコパスっていう人たちってどういう人間なのってことをね、書いてる、研究してる本なんですけど、僕らが思ってる創作とかによく出てくるサイコパスっていうのが、本来広い意味でのサイコパスのほんの一部だっていうことがね、よくわかる本です。本当はもっといろんなサイコパスがいるんだなということがわかる本ですね。それは置いといて、この本の中でズバリ先延ばしされる映画と先延ばしされない映画ってどう違うのってことをね研究したデータが紹介されていたんですよ。で、結論から言いますと、この作品は見るのにエネルギーを使いそうだという印象がある作品は視聴を先延ばしされやすいということがね述べられています。もう一回言います。この作品は見るのにエネルギーを使いそうだ。で、エネルギーを使いそうという印象を与える要素は、例えばシリアスだったり、あと時間が長い、尺が長いとか、あと設定に馴染みがないとかね、そういうことが挙げられるみたいです。なのでこの辺のことは、ラノベとかゲームとかでもね、シナリオを書く方は参考になるんじゃないかなと思うので、では始めていきましょう。これどういう実験だったかと言いますと、被験者まず集めまして、で24作の映画のリストを見せたらしいんです。で、その24の映画の中から今すぐに見たい映画、2日以内に見たい映画、いつか見たい映画っていうのを分けてもらったらしいんですね。で、映画のジャンルっていうのは様々だったんですけど、ざっくり言うと2つに分類されていまして、一つは、スマホをいじりながらでも軽い気持ちで見れる映画。これはコメディ映画とかです。具体的にはミセスダウトとかです。はい。で、二つ目は見るのに忍耐と集中力が必要な映画。これはシンドラーのリストとかそういった映画ですね。シンドラーのリストといえばもう本当に名作中の名作と名高いですけど、そういう見るのにエネルギーを使いそうな忍耐と集中力が必要な映画と、あとはウィル・フェレルとかアダム・サンドラーが出てそうな、軽い気持ちで見れる映画、という2つが用意してあったらしいんですよ。で、結果被験者はシンドラーのリストを、そのリストの中に選ぶ確率がねめちゃめちゃ高かったらしいんですよ。やっぱね、みんなシンドラーのリストは気になっていて、見たいなと思ってたみたいなんですね。ところがこのシンドラーのリストを今すぐ見たい1本に選んだ被験者はほぼいなかったんですよ。要はみんなシンドラーのリスト見たいと思ったけど、今すぐじゃなくていいかなと思ったってことなんですね。僕がファイトクラブをプレイリストに入れた時と全く同じような心境だったということみたいなんですよ。で、この特徴はシンドラーのリスト以外のシリアスな映画にも、当てはまったみたいで、今すぐ見たいと答えた人は 44%。で、3日目以降に見たいと思った人が実に 71%。具体的なデータに関してはね、本の方を参照してもらうとして、このことから考察できるのは、人の脳は名作だと分かってても、でも長いし見ると疲れそうだなと思うと、また今度でいいかなという判断をしやすいと考えられるわけですね。そういうふうに、推測ができるわけです。で、逆に軽い気持ちで見れそうなコメディやアクション映画っていうのが最初の一本に選ばれる確率が高かったみたいなんで、コメディこそ正義と言いたいわけではないですけど、
読者に読んでもらいやすい、視聴者に、見てもらいやすい作品、コンテンツを作りたかったら、脳が疲れないような印象っていうのを与えるっていうのは大事なんだろうなということが、ここから読み取れますよね。そういえばね、以前、Kindle Unlimited の読み放題で、ラノベ小説家になろうと、もがくあなたへ送りたいっていう本をね、読んだんですけど、ラノベの作家の方がね、書いてる本なんですけど、その本の中で、ラノベの設定ってみんなテンプレートっぽいじゃないですか。似たような設定が多いですよね、異世界行ったり。でもあれはなんか、読者の時間を無駄に奪わないためとか、あと、それこそ疲れさせないため、考えさせないための、戦略なんだみたいなことがね、解説されてまして、なるほど、そういうことなのかなと、今になって思いますね。はい。では、ここから、具体的に読んでて疲れないという印象を与えるにはどうすればいいのかってことなんですけど、ポイント3つかなと、個人的に思ってます。まず1つ目が長さですね。物語の長さ。シンドラーのリストがしんどい理由ってやっぱり動画の長さですよね。あれ、確か3時間ぐらいある映画だったと思うんで、特に現代人はやっぱりまとまった時間を取りにくいっていう特徴があるんで、そう考えると、コンテンツの長さっていうのは短いほどいいのかなというふうに思います。でも長編みたいに長くなってしまう場合は、切りがいいところで区切っていくっていうのがいいのかなというふうに思いますね。例えばゲーム実況とかでも、バイオハザードという一本の長いコンテンツをアップしようと思ったら、ボリューム1、ボリューム2みたいな区切りますけど、そういう風に区切った方が疲れない印象は与えやすいんじゃないかと思います。はい。で、2つ目が設定ですね。で、設定には、さっきのラノベの例もそうですけど、馴染みがあるほどいいのではないかなと思います。つまり複雑な設定とか、また聞いたことがない専門用語とかが出てこないってのが大事なんでしょうね。そういえば異世界ものでも、アイテムの名前とか、あと魔法の名前とかって基本的に統一されてるじゃないですか。ああいうのも結構大事なんだろうなというふうに思います。で、3つ目がキャラクターかなと。シリアスで重たそうな話でも、ピエロみたいな、ピエロ役のキャラクターがいれば、まだちょっと空気が軽くなるというか、例えば進撃の巨人のコニーとかね、サシャとか、ああいう周囲をね、和ましてくれるようなキャラクターがいれば、疲れるような印象は多少緩和できるんじゃないかなというふうに思います。ということで、ざっくりまとめますと、シンプルで分かりやすい設定にしつつ、シリアスを緩和できるようなお調子者のキャラクターが必要。みたいな感じですね。はい。みたいな感じで対策できるんじゃないかなというふうに思いました。漫画でもラノベでもゲームでも、シリアスで重たい内容を書きたいときっていうのは、読むと読んだり遊んだりすると疲れそうだなという印象をいかに消し去るかというのが、ポイントになりそうかなという感じです。はい、今回は以上です。